こんにちは。ゼロから宅建士第30回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は建築基準法のその2を学びました。今回は国土利用計画法と農地法です。どちらも土地の取引に関わるルールです。土決や許可の数字が大切になります。一緒に着実に理解していきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく2つあります。1つ目は国土利用計画法です。土地の取引を届け出る仕組みです。事後特質性を中心に学びます。2つ目は農地法です。農地を守るための許可の制度です。3条4条5条を整理していきます。どちらも数字がポイントになります。順番に押さえていきましょう。まず、国土利用計画法です。この法律は土地の取引を規制します。目的は地価の高騰を防ぐことです。投機的な土地の売買を抑えます。土地は限りある大切な資源です。そこで一定の取引を届け出させます。基本となるのは事後突出制です。契約を結んだ後に届け出る仕組みです。まずはこの事後突出を抑えます。事後突出の基本を確認します。届け出るのは権利を取得した人です。つまり、可主が届け出ます。買主には特殊の義務はありません。突出の期限は決まっています。契約を結んでから2週間以内です。突出先は都道府県知事です。実際は市町村長を経由して出します。が主2週間、知事と覚えましょう。次に、特出が必要な面積です。ここが最も大切な数字です。必要な面積は区域によって変わります。まず、市街化区域です。2000平方メートル以上で特出が必要です。次に、市街化区域以外の都市計画区域です。こちらは5000平方メートル以上です。調整区域や非線引き区域が含まれます。最後に、都市計画区域の外です。1000平方メートル以上で特出が必要です。これは1ヘクタール以上ということです。2000、5000、1万と順に覚えましょう。どんな取引が対象になるのでしょうか。対象は土地売買等の契約です。3つの条件を満たすものです。1つ目は土地に関する権利です。2つ目は対価を得ることです。つまり有償の取引が対象です。3つ目は権利の移転化設定です。売買や交換が代表的な例です。有償の地上権や賃借権も含まれます。一方で対象外のものもあります。贈与は対価がないので対象外です。相続や抵当権の設定も対象外です。特出の後はどうなるのでしょうか。知事は特出の内容を審査します。審査するのは土地の利用目的です。問題があれば変更を勧告できます。暗黒は特出から3週間以内にします。ただし、対価の額は勧告できません。価格そのものは対象外なのです。暗黒に従わないと公表されることがあります。突出をしないと罰則があります。ただし、契約そのものは有効です。特出を謳っても売買は成立するのです。ここからは農地法です。農地法は農地を守る法律です。食料を生産する大切な土地だからです。農地が勝手に減らないようにします。農地法は3つの条文が中心です。3条は農地の権利移動です。4条は農地の転用です。5条は転用を目的とした権利移動です。この3つを区別して覚えます。3つの条文を具体的に見ます。
まず3条です。農地を農地のまま売買や解釈します。土地の使い道は変わりません。権利を移すだけの取引です。次に4条です。自分の農地を宅地などに変えます。これを転用と言います。権利移動はなく、使い道を変えるだけです。最後に5条です。農地を宅地にする目的で売買します。転用と権利移動がセットになります。3条は移動、4条は転用、5条は両方です。次に許可を出す人です。ここも試験でよく問われます。3条の許可は農業委員会が出します。4条と5条は都道府県知事などです。指定された市町村では市町村長が出します。以前は面積で許可権者が違いました。今は知事などに一本化されています。さらに市街化区域には督促があります。これは4条と5条の話です。あらかじめ農業委員会に届け出るときです。この場合は許可が不要になります。ただし3条には督促がありません。3条は市街化区域でも許可が必要です。農地法の注意点を確認します。許可が必要なのに受けないときです。3条と5条では契約が無効になります。権利は移らないということです。無許可の転用には罰則もあります。次に再送放牧地の扱いです。3条と5条は再送放牧地も対象です。しかし4条の転用は農地だけです。再送放牧地の転用は4条の対象外です。最後に相続の場合です。相続に3条の許可はいりません。ただし農業委員会への特筆が必要です。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は市街化区域の3000平方メートルは特筆不要です。B は転用目的の売買は5条の許可が必要です。C は3条の許可権者は都道府県知事です。少し考えてみてください。正解は B です。転用と権利移動がセットなら5条でした。A は誤りです。市街化区域は2000平方メートル以上で特筆が必要です。3000平方メートルなら特筆がいります。C も誤りです。3条の許可権者は農業委員会でした。今日のまとめです。国土利用計画法は事後都度出制が基本でした。市街化区域は2000平方メートル以上でした。その他の都市計画区域は5000平方メートルでした。区域外は1000平方メートル以上でした。都度出は区主が2週間以内に知事へ出します。農地法は3条4条5条が中心でした。3条の許可は農業委員会でした。4条と5条は都道府県知事などでした。市街化区域の督促は4条と5条にありました。数字と許可権者を繰り返し確認しましょう。次回は法令上の制限の続きです。第31回のテーマは大津規制法と土地区画整理法です。三重の許可に必要な数字を学びます。土地区画整理の過換地や漢字処分も扱います。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。まずは天使、どちにれてちな。それでは次回お会いしましょう。